今6時40分になるところです。今日はというか今日もずっと家にいて、朝8時半からお昼挟んで3時ぐらいまで仕事して、それ以降は動画を編集してて、気づいたら夜なんですが、もうすぐ彼が帰ってくるので、そしたら一緒にランニングに行ってきます。最近サボっててあんま行けてなくて、彼はともかく私は万年運動不足なので、彼が早く帰ってくる日は一緒にランニングをするという約束をしてしまったので、これから行ってきます。彼は学生時代に陸上部だったので走ることが結構好きなんですけど、私はまあ普通ぐらい。ほんと走ってないとどんどん体が重くなっちゃって悪循環なんですよね。ただやっぱり体力が衰える一方なので頑張ります。いただきます。いただきます。なるほど。いいな。ちょっと自分の勘違いさせるやん。白取ってよ。今日は一日家にいて、午前中は仕事をして、午後はずっと動画編集をしてて、今5時半にもうすぐなるところなんですが、今から作り置きと晩ご飯の支度をしたいと思います。いつも彼がお弁当を持ってってるので、そこに入れる白米はハリオの土鍋で炊いてるんですけど、今日はそれを炊いて冷凍するっていうのと、あとは 2,3 種類おかずを作りたいと思います。では始めます。12時から美容室の予約をしているので、今から自転車で向かいます。今日持っていくハンカチはこのバルのハンカチです。仕事はそこまで詰まってないので、今日は美容室を終えたらどっかカフェで読書したいなと思ってます。自転車なので動きやすい服装で、暖かかったり寒かったりで日々の服装が難しいですね、温度調整が。では行ってきます。
美味しいと思うんですけど、何が一番パンなんですけど、それがもう伝統的な。最近はめっちゃめんどくさいですよ。マジで無理ですよね。だから想像してて今、こんな感じです。ちょっとこう角度強め。あ、なんかありがとうございます。違いますよね。やっぱこれがあるだけで。おはようございます。今朝の5時45分です。これから仕事に行ってきます。たまにこうして朝早い日があるんですけど、いつも私は彼が7時に起きるので、それと同時に起きてて、こういう早起きの日は結構不安で、目覚ましの前に 3,4 回起きちゃうんですよね。今日もそんな感じで、昨日から彼が出張で家にいないので、なんか一人で頑張って起きなきゃっていう気持ちとかあって、ほんと何回も起きちゃって、寝れたんだか寝れてないんだかっていう感じなんですけど、仕事は夕方には終わるので、帰ってきたら今週アップする動画の最終調整をして、もうそれができればいいかなという感じです。では行ってきます。今自宅に帰ってきました。7時40分です。本当は夕方に帰る予定だったんですけど、仕事でちょっとトラブルがあって対応したりしてたら、結局夜になって、朝確か動画編集するとか言ってたんですけど、そんなどころじゃなくなって、本当に眠いので、とりあえずお風呂入って、多分さっさと寝ると思います。今10時半です。今日はカフェに行って動画編集しようと思います。仕事で今日やるべきことはなさそうで、合間にメールを返すだけで大丈夫そうなので、動画編集に集中したいと思います。あとブックオフに行って読まなくなった本を売りに行こうと思います。メルカリで売ったりすることもあるんですけど、めんどくさいっていうのと、あとネットでもできるんですよね、きっと。ネットから売るものを査定してもらって、後日引き取りに来てくれるのかなみたいなサービスもあると思うんですけど、ちょっと今思考が停止してる。ちょっと今いろいろ考えるのがめんどくさくて、ブックオフの近くにあるカフェに行こうと思うんで、そこで出せばいいかと思って
持っていきます。今日持っていくハンカチはビビアン・ウエストウッドのガラガラのハンカチです。自宅に帰ってきました。なんか外に出たら今日風強くて花粉症の症状がひどくて、もう鼻水がほんと止まらなくて全然集中できなかったので、私が信頼している行きつけの耳鼻科に行って薬を追加でもらってきたんですけど、結構症状がひどいので血液検査もしてどのアレルギーに反応してるかっていうのをもう一回見てもらうことにしました。で、下北の B&B でこちらの小原伴さんの初小説風を飼う方法という新刊を購入してきました。4つのお話が入っている一冊になるんですけど、もう一つの物語読んで、やっぱり小原さんは文章の語感がいいっていうんですか、なんて言うんだろう、音読したら気持ちよい感じ、言葉の音の響きっていうか文章のリズムがすごい心地よくて、私が小原さんのエッセイを読んで感じてたこの気持ちよさが小説でも出るんかいと思って、もう本当に続きを読むのが楽しみです。そんなわけで今もうすぐ5時なんですけど、今日はその花粉の症状もありつつ、実は仕事で落ち込むことがあって、昨日なんかそれはこれをもっとこうできたらよかったなっていう自分の能力を最大に生かすことができなかった後悔なんですけど、私は失敗とか後悔があった時にすぐに忘れられるタイプではなくて、結構何日も
何日もあの時ああ言えばよかったのかなとか、シャワーを浴びてる時とか電車の中とかふとした瞬間に考えちゃうタイプなんですよ。で会社員だった頃とかフリーランスになってからもそうなんですけど、例えば大事な場面のここは決めたいっていう時にうまく言葉が出てこなくって、だから私はどちらかというと練って言葉を伝えていきたいと思ってるんですけど、どうしても仕事の場だと練るっていうより瞬発力が試される瞬間がたくさんあって、特に25から30歳まではプレッシャーに押しつぶされるような経験もたくさんあったんですよ。でもそういう昨日みたいな失敗とか後悔があった時とか、そういうプレッシャーに押しつぶされそうになった時は、もう仕事においてはですけど、仕事においてはもういつかは終わるって思ってやるようにしてて、私は結構10年後とかの自分を想像すると楽になるんですよ。10年後になったらこんなことはみたいな、ちょっとそういう気持ちで仕事をやってるわけじゃないんですけど、そういうね、どうしても嫌だなみたいな瞬間とか、こういう時間もいつかは終わるんだって思って、でその10年後こんなことを忘れてんだろうなみたいに思うと心が軽くなるんですよね。何の話だろう。仕事での葛藤は常にあって、常に何かと戦ってる感じがしてます。だから今日もいろいろ考えてしまって気晴らしに外に出てみたんですけど、結局花粉の症状がひどくて鼻水が垂れないようにすることに必死っていう感じだった。こういう本も買えたし、いっかっていう感じです。これからスーパーに行って買い出ししようかなと思います。多分こういう時は何してもダメなんで、仕事のことを考えないように何か手を動かすことをしようと思います。ラジオネーム肩こりさんからの相談でした。ありがとうございます。もうすぐ11時なんですけど、今日は午後から出かけます。渋谷パルコのオイルバイ美術手帳で開催中のウィスット・ポンニミットさんの個展ダンスっていうやつを見に行ってきます。初日に行ってグッズも買ってるんですけど、もう一回見たいなっていうのと、初日にはなかったグッズが並んでて気になるので行ってみてこようと思います。無料なのでね、行ける時に行っときたいと思って思ってたら、友人が今日その個展に行くっていうことだったので、私も便乗して今日行くことにしました。一緒に行ってこようと思います。なんか最近本当に花粉がひどくて、洗濯物を外に干せないので、夜に洗濯して干して朝になって取り込んで、部屋の中で日に当たる場所に洗濯物をかけておくっていう風にして生活してます。だいたい花粉がひどくなるとそうやって過ごしているので、家の中が洗濯物だらけになる。そんな嫌な言い方じゃないよ。嫌な言い方じゃないけど、番組タイトルもあれなんですけど、やっぱラジオとか聞きますけど。
いける系。アイスモナっていう名前で。アイスモナ何よりですか。あったらもう一回行くんですか？確かにそうですよね。遊戯王みたいにこと？俺のターン。アイスの口に出てくる。わかる。かわいい。いいじゃん。また出たこの。ちょっと待って、次ももう行っていい？いいよ。違う？何？これとこれじゃないの？何？見て。いいんだ。もう一個あるか。足のターン。すごいよ。めっちゃ可愛い。4分の1のやつやだ。お願い。深すぎるって。なんか形が違うことは確認しましたけど、それは後にします。じゃあ。大当たり出た。あれやん。かわいい。すごい。めっちゃかわいいね。やば。結構いったら好きだよ。かわいい。よかったね。正月休み3日って感じ。結構。自宅に帰ってきたんですが、彼もちょうど帰ってきてランニングをする約束をしていたので、気は乗らないんですけど頑張って行ってきます。なんかエアロビみたいな服装になってるかなこれ。走るんか。今日スピード出すの？近く一周じゃなくてちゃんと行くでしょ。ワンピースのさスペシャル動画見た？見てない。 YouTube 上がってたよ。マンマンちゃんだから2回目のママン店に行って買ってきたものを紹介します。まずこちらママンちゃんのマスコットキーホルダーです。これ色3色あるんですけど、茶色い紙のナチュラルママンちゃんとこれともう1色カラフルなバージョンがあるんですけど、私前からこの色のキーホルダー欲しいけどどうしようって思って3回ぐらい買うのを見送ってるタイミングがあったんですけど、今日行って、友達が隣でいろんなの買ってる姿とか見たらやっぱり私もなんか欲しいと思って結局3回見送ったにもかかわらず買ってしまいました。でもめっちゃ可愛い。この何とも言えないこの完璧すぎない姿可愛いの。前回もやったこのマムアンステッカーコレクションを今回は2袋買いまして、友達とカフェで開封したんですけど、2袋目が結構当たりでめっちゃ可愛いのいっぱいあるんです。こういうのとかいいウェーブを作ろう。ちょっと待って見て、これ今回売られてるポストカードのやつ出ました。めっちゃ嬉しい。これ君の自然が好き。可愛い。完璧はストレスになったりする。理由があるから嘘のことでも信じられる。4枚揃ったら1枚の絵になるのかなみたいなステッカーが当たりました。もう一個がこちら、一言マムアンかな。これ前回欲しかったんですけど、結構人がグッズ売り場にたくさんいらっしゃったのでちょっと手が届かなくて見本を見ることができなかったんで、今日は割と初日とは違ってゆったり見られたのでこれを購入してきました。
これはステッカーみたいにマムアンちゃんの一言出るんですね。こういう感じでタムさんのウェストポンリミットさんのなんか手書きなのか、こういう感じで載ってます。一人で初日に行った時もめっちゃワクワクして楽しかったんですけど、友達と一緒に行って可愛い可愛いって声に出して見れたこともすごく良かったです。友達ありがとうございます。しかも偶然視聴者さんに声をかけていただいてとても嬉しかったです。ちょっとテンパっちゃったんですけど、ありがとうございました。